はい、ハガツオをさばいていきます。とっても珍しいカツオで、はい魚屋さんにまずめったにお目にかからない。普通のカツオと違うのが、名前の通りハガツオって言って、はい。歯が鋭い歯がついてる。ああ、本当だ。うん。それでハガツオってはい、いうはい。名前になったみたいで、人気急上昇中みたいで、は味はなんか抜群にいいという評判らしいですが、い、はい。非常に楽しみな魚です。では、おろしていきましょう。はい。まず、お魚さんなんでね、全部最初ちょっときれいに洗ってもらって、表面洗ってもらって、で、カツオは鱗ってのはいらないんです普通のカツオは、この辺からちょろちょろちょろってあって、で、ここに、これね、こういう硬いのがね、普通のカツオはもっと大きくあって、あと背中のところに、こういう硬い鱗が、ピューってあるのね。ちょっとあるね、硬いの。ほんのちょっと。この辺か。うん。ほんのちょっとある。あとほんのちょっとここがある。っていうぐらいで、あとつるつるだね。まずは、この鱗を取っていきますね。鱗は尻尾の方から頭に向けて、この硬い部分を包丁を前後に引いたり押したりしながら取ります。一度背中の方も取ってきます。薄いね、これ。すごい薄いね、これが。はい、こんな感じです。薄いからちょっと今回は気をつけながら、本当に皮一枚。でも、身の方までいっちゃうんだ。鎌のところにね、斜めに包丁を入れて、こういう感じで落としていきます。はい。柔らかいです。めちゃくちゃ柔らかいです。あんまり違っていいんだ。ハンマーを取ります。はい。はい。じゃあ、この血合いですね。ちょっと入れます。カツオはね、身がすごい柔らかいんでね、これも同じようにやっぱ身が柔らかいんで、取り扱うときにあんまり意味してあれしないように。はい、じゃあ、下ろしていきます。まず、お尻の方から、下の方から包丁を入れます。次に背中側を下にして包丁を入れていきます。最初は軽くきっかけを作って、次に中骨に沿って包丁を入れます。で、尻尾の方から身が柔らかいんで、持ち上げたりはなるべくしないで、このままの状態で切ってください。はい。両手で。はい、こんな感じですね。綺麗な色だね。同じように下から包丁を入れて、反対に返して、背中側からきっかけの包丁を入れます。次に中骨に沿って包丁を入れます。尻尾の方から包丁を入れて一気に切ります。はい、すごい柔らかいです。はい、完成です。じゃあ次にここのガンバラですね。この
油、はい、外していきます。うわー、割れちゃってますね。この真ん中の血合いとこの骨を外します。骨と血合いのこのスレスレのところに包丁を入れて、こんな感じで切ってください。はい。はい。そしたら、まずこのお腹側、叩きにしようと思います。この辺は筋ばっかりなんで、ただ硬いだけなんだけど、こいつは違うかもね。まず、皮目にこう塩をうっすら。そしたら、今回は藁とかがないんで、バーナーでいきます。で、こんな感じで、ちょっと焦げた感じの香ばしくて美味しいです。で、皮目もちょっとこのぐらい焦げた感じになれば、全然切れちゃうので、はい。一回氷水で締めます。はい。なぜかというと、非常に柔らかいんで、このまま冷やすと切れないんじゃないかなと。皮も一緒にきれいに。次に背中の方の身は叩きじゃなくて皮を引いて刺身でちょっと試しに食べてみます。非常に皮柔らかいんで皮が引けるのかどうかやってみます。皮1枚残して横にスライドさせて包丁をまな板に押し付けながらいきます。皮が柔らかいんで包丁はあんまりこうしないと方がいいかなという感じで、いわれがすごいですね。すごい。ここで切れちゃうと大変だから、ちょっとなるべくまな板に力を入れずに押し付けずにちょっと感覚だけでやってます。はい、きました。どうでしょう。ほい、あ、綺麗に。あ、まあまあ綺麗にきました。うまそう。うん。はい、こんな感じで水を切ってください。はい。よし。はい、それではお刺身に切っていきます。形を整えて、おお、切れるね。いいね。おお。炙った方が綺麗に切れますね。ね、そうだね。あ、皮があるからやっぱりしっかりしてるのかな。はい、完成です。はい、いただきます。いや、楽しみです。いただきます。うわー、なんかね、柔らかい。まあ、サワラも柔らかいんだけど、美味しいサワラの感じの色にすごい似てる。いただきます。カツオの味が全然しない。うん。これカツオの味しないから、はい。これサワラで出されてもわかんないね、これ。カツオじゃないよ、これ。本当に。
ハガツオなのに。いや美味しいこれ。脂っこい油じゃなくて旨味って感じで、養殖のハマチみたいな油とは全然違う。いやこれはびっくり。これはカツオじゃない。いや全然カツオの味がしない。そしたら次はこのたたきを。皮炙った方が美味しい。ああ、そうなんですね。皮についてる油の味がしてすごく美味しい。でもこっち食べるとき生姜かな。いやーこれはびっくりするよ。ね、お客さん食べてもらいたいね、なんかね、びっくりさせるのに。あとカツオダメですっていう、カツオ食べれませんっていう人とかに絶対このカツオ食べれますからって言ってしたら絶対食べれると思う。楽しみでしょ。ちょっと食べてじゃあちょっとたたきの方すごいっすね。美味しいっすね。血合いのね、なんかこう、癖がないっすね。全くないでしょ。本当に食べたことがある人が少ないっていう、すごいレアな魚らしくて、でなんか昔の人、流通があんまり良くなかった頃はやっぱ足が速いからって言ってその出回らなかったみたいで、地元の人たちが煮付けにして食べることが主流だったみたいで、カツオ煮付けと思って、これ今食べて分かるもんね。これ煮付けだったら煮付けでも全然美味しいと思うし、これ焼いても美味しいと思うし、美味しいと思います。これはちょっとびっくりです。はい。これ店に出したらちょっと人気な商品になりそうですね。いやーこれはすごくいいものを体験できました。絵も見つけましたね。振り出し物が。皆さんもどこかでガツオ、なんか地方によってはキツネガツオとかなんかそういう呼び方もあるみたいですね。なんでもしどっかで見つけたら本当美味しい魚なんで一度試してみてください。今日はありがとうございました。